次はこの中にまつげを描いていくので、ヘッドキャップで練習をしていきます。でまずはですね、まつげのこの中身がどんな感じになってるかっていうのを描いてみると、ちょっと大きめに描いてみますね。薄いな。こういうなんていうんですかね、こういうくさび型みたいなものがこうやって並んでるんですよ。こういう感じ。でここはこう丸っこく、これをもう少し可愛く雰囲気を出すように描くんですけど、最初からそれ難しいので、こう線をこういう三日月の両端綺麗な描きます。あんまりこう曲げないことですね。こういう感じで、これもさっきのイメージのところが出てきて、まつげってこうクリッとしてるイメージがあるんですけども、アイホールに描くようなまつげは私の好みではこういう平たい感じが綺麗に見えるかなと。こういう感じで、この下をこう三角形に太くするんですね。こういう感じで、今極端に描いてるんですけど、こうするとそんな感じに見えるんですよ。でこの膨らみがこの立体感を出すポイントなんですね。こんな感じで、さらに上手な方はここからちょいずらしで、またここにですね、下方向にまつげを生やすんですよ。そうするともうすごい高次元なまつげができるんですけども、この形ですね。この形を覚えましょう。こういう三日月なんですけども、根元はしっかり太い、こういう形。これがいっぱい連なってるだけっていう。ね、絵で描くと難しいんですけど、こう一つ一つのパーツを分解して描くと意外と、ね、単純なんですよ。もう少しこうかな。もう少しこうかな。なんでちょっとそれはね、いろいろ雰囲気を見ながらなんですけど、なのでこういうところで練習するときは一度ですね、アイホールの形をここに描いてみます。例えばさっきの緑でもいいんですけど、ざっと。で、最初から細いと難しいので、少し大きめでもいいですね。こんな感じ。適当でいいです。そしたらこれ乾かします。そしたら何色が分かりやすいでしょうか。茶色が分かりやすいかな。そしたらですね、ここにまつげを描いていくんですけども、まつげを上に1本というか上向きだけを描くんでしたら、こういうように下をギリギリ攻めながら、あんまりクリッとさせずに上にこうちょっと濃くしていきましょうか。やや太くなりすぎてるんですけど、で今度少しこの膨らみが重ならないようにちょっとずらして、であんま
まりクリッといかないように、こんな感じ。どんどん目尻に行くに従って少しこう平たく、これは好みではあるんですけど、横にはみ出る。こういう感じ。こういう感じ。これ少し離しすぎなんですけど、でもこのぐらいでも全然大丈夫なんですよ。一応ね、練習したんで、いろいろバリエーションが増えたんですけど、これ離したら、ここに、ちょっとね、こっから、この、今描いたものの半分ぐらいのまつげを、それで、先端も先も伸ばさないで、ちょっとだけ入れてあげると、情報量が増えて、さらにまつげっぽくなるっていう、こういう感じ。だいぶまつげっぽいですよね。これがまつげの描き方なんで、これ何て言うんでしたっけ、靴のメーカーありましたよね。あんな感じで、それをいっぱい描く。でこれをもっと濃くして、白ホワイトを入れてあげると、あら不思議、眉毛に早変わり。うまい方はこっから今度下方向にも出てるんですよね。でここの下からね、ここら辺からも出ちゃってね、もうね、最初何が書いてあるのかよく分かんなかったんですけど、でね、人によってはこの愛の中にもね、まつげ描いてる人いらっしゃるんで、もうすごいですよね。今まあここまでギリギリやっちゃったんですけど、こっち側にも少し伸ばしてあげてもいいかなと思います。ここの膨らみをね残してあげるのがこの立体感を出すコツ。あとこのちょっとね太さ、ここの太さですね。だからねこれはね少し研究してみる必要があります。で次それを描いてみようと思います。茶色だとちょっと映えないので、白で薄めた緑で描いてみようと思います。ちょっとの水分量の補給でしたら全然水を使ってもいいので、ただ水を使うと乾燥するのが早くなるので、そこだけですね、ちょっと注意が必要です。こんな感じでいいかしら。眉毛とかこう重要なところを描くときは艶消しスプレーを吹きます。なぜかっていうとブラシエイドで修正できるんですね。でこのまま描いちゃうと失敗した時に下地で描いたところも消えてしまうので、一回艶消しを吹いてみたいと思います。はい、艶消しを吹いてきたんで度胸を決めてやってみましょう。ここからですね、ちょっとね 見やすいように少し、ね、さっきからちょっと見にくいところだったんですけど、ゆっくりいきます。目尻の方を決めてしまったので、ここら辺から少しね調整していきましょうか。うまくいくか心配なんですけど、こんな感じですね。でこれを少しずつ太くしていきます。この根元のところを太くする感じですね。
難しい。難しい。結構ほぼほぼ白ですね。もう少し濃くしてもよかったんですけど、ほぼほぼ白になっちゃったと。色は重ねられるので、ここは膨らみを意識しながら、はい、少し毛先をねはっきりさせましょうか。でもあんまり伸ばすとこうビューラーでガッてやった感じになるんで、可愛く程よく軽めにが以上私の好みです。はい、あんまり見えないですね。こんな感じ。ポイントは毛先は細く、毛先って先は細くで、ここは膨らみこうを意識した形にしてあげると、この奥の方から出てますよという。これ一回コツをつかむとすごくわかるんですよ。このコツをつかむまで、練習するといいと思うんですけど、このねちょっとこの膨らみをずらすっていうのがコツなんですよ。まつげ本数を合わせた方がいいですね。まつげってはっきりしてるじゃないですか。 SD みたいに何本あるかわからないようなまつげは本数なんか気にしないんですけど、こういう見えるまつげはですね、本数気にした方が多分いいと思います。ちょっとね色薄いから見にくくてすいません。かけたらこの根元の膨らみを重ならないようにずらして描いてあげる。で左右のバランスもなるべく合わせてあげた方が違和感はないですよね。ここら辺は好みではあるんですけど、
けました。あとはこれをもう少しはっきりさせてあげればいいので、こんな感じでございます。意外とうまくいったかなと。後でホワイトを入れるので、ここら辺はこんなに細かく今入れる必要はないんですけど、で、さらに、細かくするのであれば、こことこの間に1本短めのものを入れます。さっと。そうするとまつげの密度が濃くなって、くどくなるか良くなるかは腕次第なんですけど、いい感じ。で、この白を入れるときはですね、これでいくと、この下側に入れた方が私はいいかなと思ってます。上側を入れる人もいると思うので、どっちがいいかっていうのは、なんか、これもまたね、好みって言ったらもうきりないんですけど、下の方がこういうところまでくっきり白が入るんでいいかなと自分では勝手に思っております。で、ちょっと白くもう少しね、はっきりさせていきましょう。あとこの二重のところですね、結構緑がはっきりしてるんで、少しですね白で塗ってあげてメリハリを出しましょう。もうほとんど仕上げの段階ですね。ここまで来ると、ここの部分をちょっとどうするかっていうのはまだ残ってるんですけど、かわいいですね。もう少しここね茶色くしてみましょうか。もう一回ね。
ほんの少しだけ。さっきもね、くどくなっちゃったんで。こういうところもメリハリで、この内側ですね、ちょっと白く入れるとここの先は映えると。このホワイトもいろんな場所に入れるポイントを見つけると結構楽しい部分です。こういうところもですね。眉毛のこういうところ、ちょっと入れすぎちゃった。下まつげのコツをやってなかったですね。下まつげはですね、下まぶたのこう線があるとすると、こっちから描くと分かりやすいんですかね。こういう形、極端な言い方をすると、もっとね小さく描くんですけど、先が細くて根元がちょっとだけ太い。こういう描き方をして、根元を重ね描きして濃くしてあげると、こういうなんか自然な感じになりますし、あと SDK っぽいやつでしたら、こうさっとさっとさっと筆をピッピッってやる感じで、こういう感じで描いてもいいんですけど、これ長さが一定に揃えるのが難しいんで、最初はこういう感じで逆向きに描いた方がいいかなと思ったりもしてます。ちょっとこれ忘れてすいません。
水焼けスプレーを吹いてしまって、もう汚いところは治んないんで、このままですね、パステルに入っていこうと思いますが、唇ですね。唇をパステルでやりますか。じゃあパステルやりましょう。